さて発売4年でついにトレハン要素が追加されたハクスラと拠点建築の融合作が現在超お得セールでラッシュをかけてきたということで、今回はザ・リフトブレイカーの紹介を行います。こちら発売が2021年で家庭用版も出ており、ご存知の方は多いかと思います。ハック&スラッシュを売りにした拠点建築ゲームです。ただしあくまで大量の敵をバッサバッサ倒す部分を意味するハクスラであり、ディアブロのような戦利品があるわけではありませんでした。また建築要素はベルトコンベヤのないファクトリオ的なゲーム性で、じっくり考えて作るほどでもありません。敵の襲撃が早くスピーディーに建設し、迫り来る大量の敵を爽快に倒すのが楽しみ方の一つです。よってアクション RPG と自動化系ゲーム両者を完全に融合したというよりかは、独自の別のアプローチを行った作品と言えます。3D のクオリティはめちゃくちゃ高く、その点だけでも一見の価値があります。90% に非常に好評、17000件ほどの大ヒット作です。ただしアクション RPG 自動化系ゲーム両者ザ・リフトブレーカーよりも見た目的に落ちる作品ですら、もっと評価の高い作品はあります。両ジャンル好きな人を取り込めているとは言えず、今回さらに上を目指すべく大型アップでバージョン 2.0 が行われました。その試みの一つが敵からのランダム性能がついた装備品ドロップです。パッチノートでは戦利品ドロップの間違いに気づきましたと書かれています。今までは生き物から装備品が落ちるなんておかしいと考えていたそうです。しかしこのゲームはファンタジーだし、他のゲームは普通にクリーチャーから装備品がポロッと落ちます。なので妙なところにこだわらず他作品を参考にし、よりユーザーが面白いと思える仕組みを取り入れられました。2.0 からはクラフトで作る武器よりも強い性能がついた装備が敵やそこらからドロップします。ただディアブロライクほどボロボロ落ちません。程よいです。少なくともトレハン要素追加でザ・リフトブレイカーは今までにないハクスラゲーとなり得たと言えます。広いフィールドを探索し、基地建設をスピーディーに行い、大量の敵に対処しつつランダム性能の装備集めを楽しめる作品となりました。他にバージョン 2.0 の目玉はいくつかあり、まずはマルチ機能が本実装されました。要望が昔からずっとあったようで、じっくりと作り直していたところ何年もかかってしまったそうです。次にエンドゲームがさらに拡充されました。ランダムミッションジェネレーターやら以前の惑星に戻れたりと DLC2 本と合わせより遊べます。その最中探索が戦利品の発見につながり、多彩な装備を集められます。また今回プレイして色々分かった点ですが、まず鉱脈は限りがある系です。掘ったものはどこでも倉庫みたいな場所に蓄積されます。これがベルトコンベヤで運ぶ自動化系ゲームとは異なる部分です。どんどん貯められるし、いつでも使えます。ただしどこでも倉庫に預けられる量は決まっており、その上限を上げるためには専用の施設をたくさん作る必要があります。施設を作ると電力が必要で、発電施設をこれまた多数設け、倉庫をしていると基地のサイズが次々とでかくなり、タレットの数も増やす必要があったりと防衛が大変にもなります。これをどう折り合いをつけ作るかとなります。本拠地のコア部分が破壊されるとゲームオーバーです。セーブポイントに戻るか、サバイバルモードはパーマデスです。難易度設定はあるので、ノーマル難易度ならば適当に拡張するだけで遊べる気軽さはあります。経験値はなく、キャラレベルを上げての何かパラメータで成長できる部分はありません。ここら辺も増えたりすると、よりアクション RPG らしい楽しさは増えそうです。今後も何か調整がかかる可能性はあるとのことです。そんなますます面白くなってしまったザ・リフトブレーカーですが、現在 55% 割引の1530円で超お手頃価格となっています。発売から長くそれだけアップデートも行われているため、品質はこの上なく高いです。これを機に新たなハクスラゲーを楽しんでみたい方は購入してみてはいかがでしょうか。ちなみに PC のほか PS5 と Xbox にも発売されていますが、今のところバージョン 2.0 は PC のみとなっています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ザ・リフトブレイカー。今回よりマルチが本格的に遊べるようになったようですね。とりあえずシングルプレイで。で、さらにモードは3つありますね。プロローグ。これ遊んだ方がいいのかな。とりあえずキャンペーンモード。次は難易度。DLC を持ってると途中分岐するようですね。このキャンペーンはストーリーが。ノーマルでいきましょうか。まずはチュートリアルですかね。WSD。コンソールも対応してるからゲームパッドでも遊べると思いますが。よし。スタートする。グラフィックスはかなりリアルですね。
綺麗だ。マウスクリックで、おおすげえバッサバッサ。切れますね。このふさふさ感よ。ここまでのゲーム、なかなかないでしょ。で切りまくってるが、バイオマス。葉っぱにしてますね、多分。なんか燃料になるんじゃないかな。このピンク色なんだろうね。ライトクリックは弾が撃てる。弾薬はあるようですが、これリロードするとどうなる？ R を押したらなんか、建築モードになったな。リペアツールか。リロードはいいじゃないな。いいで、ブラッサーに切り替わりますね。これは無限に撃てるっぽいね。カポニウムを集める。どれだ、カポニウム。急がないと生物に見つかってしまうと。取れるぞ。やつ撃て。当たんない。これ試しできますね、ブラッサーは。ミニマップは右下にありますね。このインゴットマーク、そこに行けばいいのかな。これかな。違う。これアイロニウムだ。スペースで掘れる。ガリガリ。カルボニウム。これか。よし、掘れ。うわー。自分で掘ると結構時間かかりますね。右上になんか数字が溜まってるけど。あ、これが材料か。十分な資源が溜まった。次はレフトコントロールで建設メニュー。どれかな。ヘッドクォーター。これか。ここクリックすることで出てきましたね。じゃあ適当に作りましょうか。どうかな。鉱石が近い方がいいのかな。じゃあまずはここだね。ちょっと暗くなってきましたね。そう、作ると自動的にどんどん出来上がるようだね。ナノマシンが作る的な。この施設だけは守らなくちゃいけないと。壊れてしまうと終わりなのかな。ゲームオーバーあんのこのゲーム。次はカルボニウム採掘機を立てる。シフトでダッシュかな。このスコップアイコンのこれだね。これを上に作る。カルボニウムが足りない。作るためには。ちょっとこれ見る感じ。上限がありますね。このゲームは。さあ、できましたが、次は電力かな。風力タービン。風力タービンはどれだ。これだ。カルボニウムが足りない。余剰分はエネルギータンクに貯めておける。電力。蓄電機ですね。次はエネルギーコネクタで繋げるのかな。これで繋げられるっぽいね。コネクタをつければ自動的に電線も繋げてくれるのかな。これで電力が供給されましたね。されてないな。動いてるように見えるけど。何が足りないの。風が足りないのかな。敵襲に備える。まずいぞ。残り6分。やっぱり電力が不安定だね。風力タービン。一番左下のエネルギー数値がね、上下してる。右に敵がいるんだけど、あれ倒してみようか。よし。ライトクリックで、保ってもいいし、うら、切ってもいいと。風力タービンをじゃあ、周りに作ってみるか。たくさん作っとけばいいんじゃないの。お、どうだ。完全供給とはいかないっぽいけど、多少賄われてますね。基地が攻撃されてる。なんてことだ。そっちに来るのか。防衛施設も必要だったんだね。こっちに。やらわら。私の大事な施設が。クリアかな。これ修理するには、リペアキットでいいのかな。これはリペアツール。修復コスト。足りてるかな。OK だったっぽいね。ちょっと隣接させれば電線は繋がるようだね。ローカル、右上。ここで電力の具合が多少確認できるんだね。マイナス4。まだ足りない？電力はここは間に合ってんのかな。右が必要な数字ですかね。70。左が生成量かな。として足りてるっぽいね。すごい夜の明かりがね、美しいね、このゲーム。光源。とりあえず鉱石2つは自動的に掘られるようになりましたね、現状。急がば回れですね。コピーするには何キーだ。コピーは B かな。これで同じ施設をさっと作れる。敵か。なんか光る何か。うわー、隕石が左にどこで落ちんのか。マップはタブ。飛んでる。隕石が落ちてる時だけ画面が暗かったけど、これは一回解体するか。解体は何キーだ。移動はないよね、多分ね。施設のリサイクルか。 F。 破壊した後位置をずらそう。こうやってね。アイロニウムがマックスになっちゃった。350以上貯められませんね。500必要なんだけど。
どうすりゃいいんだ？貯蔵庫。これかな？保管スペースを拡張する。どれくらい貯められるんだろうね。できた。ああ、1個作ったら上限が850になりましたね。すごい上がった。壁も試して作ってみようか。こんな感じで。おお。回転とかどうやるんだ？これ横に作るとどうなる？勝手に回転してくれるかな？してくれますね。便利だ。ドアとかあんのかな？ゲート。これか。壁を作った後にゲート作れんのかな？いけそうだな。まあ、ここは囲っといてもいいのか別に。中に入る必要あんまないよね。高台フロア。これを内部に作っておけば、こっから射撃ができますよって話かな。あとはリフトポータル。好きな場所にワープしてくれる。これ便利だね。初めから作れるのは。この緑のこれ。毒。ああ、ダメージ受けてる。やばい。ライフはどうやったら回復するんだ？消耗品がありますね。1。2はなんだこれ。スモールマイン。煙かな。これは作っての立て直しをどんどん気軽にやった方がいいですね。レイアウト変更は重要だ。それでどんどん見た目を整えていく。長押しで活性化。うわー。あ、研究ツリーですね。こっちは武器でいいのかな？武器と装備。エネルギーリレーシステム。コネクタを必要としないエネルギーの長距離輸送。なるほど。これ良さそうだね。レーダーパルス、ドッジロール。装備品だけじゃなくて、戦闘能力。それもアンロックできるんだね。パワージャンプ。高くジャンプできる。ここにもなんかあるぞ。卵みたいのが。なんだこれ。発見。うわー。何発見したんだ。うわー。あ、素材がいっぱい取れた。これか。こんな感じでなんかお宝も見つかるっぽいですね。そこにアイテムが入ってます。新たに作れるようになったのかな？スピア。威力は現在のソードとあんま変わりませんね。凍結効果がある。もうせっかくだから作ってみよう。よっしゃー。さあできましたね。で、作ったアイテムはインベントリから装備すればいいのかな？スピア。3つまで武器は同時に装備できます。うわー、また上に寄ってる。気持ち悪い。暗い。ブラスター。当たんねえ。あ、武器変えてみよう。スピアね。おお、遠くに飛びますね。リペアもこうやって、範囲で一瞬で直せるのがいいよ、これ。すごい楽ちん。うわー。やったー。お、ユニークなアイテムアンロック。保有パラメータプラス1。これか。スモールマシンガン。自動照準46度。これはついてんのかな？特性ね。モッドスロットもありますね。なんかはめられんのかな？そのうち。おら。お、なんか落としたよ。黄色い何か。あ、ユニークなアイテムアンロック。アーマープレート。新しいアイテムが入手可能。ヘルスポイントがついてんのかな？星マーク。4つまで装備できんのかな？この装備は。デフォルトのこれなんだ？エネルギーセンサー。パラメータついてますね。さらにお宝？おー、あっとなんだ？すげえ敵が来る。やべやべやべ。まずこいつは倒さないと。うわー、数来い。なんかいる、上に。やばそうなのが。ボスキャラがいるぞ。やばいなこりゃ。スピアがいいぞ。あ、ぐるぐる回りながらやれば何にもしていきませんね。おら、やったー。星だ。レア。ショットガン。やったね。こういうパラメータ付き。あとは先ほどの報酬開けましょう。うわー。うわー、出たー。おー。反射性アーマー。さっきクラフトでこれ作りましたけどね。それ以外にさらに、星付き。凍結能力が高いのかな？比較してみたいけど。耐性凍結 7.26 点がついたんだね。お、さらに、ショットガン。あ、他にも入手してましたね、ショットガン。現状2つある。こっちは強いぞ。バーストっていうのがついてる。こっちは何がついてんだ？物理ダメージは高いのかな？で DPS は下がるんだね。バースト能力が強いのかな？ショットガンは18発までしか撃てない。こいつ撃ってみるか。うら。あ、これも貯められるんだね。うおー。
やったー。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。